どうも、クピオです。今、DIY で作っているこの軽キャンピングカー、いよいよ最後の工程、家具取り付けます。今回は電子レンジやオーブントースターなど家電設置した後、ここで焼肉できるようキッチン作りたいです。もうアホでしょ。でもそれが自分の理想の軽キャンピングカーなんです。チャレンジしてみます。まずは車を簡単に紹介しておきます。ベース車はトヨタのピクシスバンです。この車は 4WD タオです。リンエプロダクトというビルダーさんが制作したマイクロバカンチェス2人旅という名前のキャンピングカー仕様の車です。一番大きな特徴はこのセカンドシート後部座席を取っ払った2シーターの軽バンです。こうすることにより軽自動車でも広大なスペースが生まれました。一人二人使いに特化したちょっと変わった車です。ここで皆さんによく聞かれることは、なぜ何もない軽バンから DIY しないのかと質問をいただきました。実はこだわりや理由があります。まず大きい理由としては、時間が大幅に軽減されて、より高レベルの軽キャンピングカーにできるからです。このマイクロバカンチェスはシンプルだけどビルダーさんのノウハウが詰め込まれています。絶妙なベッドの高さ、家具の曲線、床の強度、カーテンレールの密着具合、すべて一からネットで勉強して自分が作ると半年はかかりそうです。このノウハウの詰まった家具などのベースを利用してより使いやすいよう自分好みの仕様に変えていきます。いわばリノベーションキャンピングカーという感じになります。そして格安の中古車を買ったので穴開けなども躊躇なくできるのも嬉しいポイントです。もともとついていた電子レンジや家具などは一旦取りました。一旦バラしてからやった DIY の工程が断熱とリチウムバッテリー搭載です。断熱はこのメタルシートやパーフェクトバリア断熱材を天井やサイドなど入れれる部分は隙間に詰めていきました。そしてベッド下に入れているリチウムバッテリーです。こちら 100Ah が6台搭載しています。なので合計 600Ah という軽キャンピングカーにしては超大容量のリチウムバッテリーになります。これで夏場もクーラーガンガンに使えます。そして外部電源に頼らない自己発電の旅ができるように、このベッド下に 60A という超大容量の走行充電器とソーラーチャージャーをつけています。これで走っても充電、太陽からも充電が可能です。今回の DIY は問題点だらけです。この元々あった家具を利用し加工して作っていくんですけど、追加で付けたい家電がたくさんあります。そちらをどう入れ込んでいくか、どんなギミックで設置するか、妄想では案があるんですけど、うまくいくか現場で合わせながらやっていきます。搭載したアイテムが電子レンジ以外にオーブントースター、ドリップコーヒーが飲める機械、キッチンにレンジフード、ゴミ箱など設置予定です。Amazon でいろいろ買いました。こういったスライドレール、この辺駆使して小スペースを活かして設置します。キッチンではこういったガスコンロや IH のコンロですね、両方できれば設置しようと思います。レンジフード用の換気扇もいろいろ買いました。こういった PC ファンやダクトで、卓上の換気扇、そして家庭用の換気扇ですね。こういったものいろいろ揃えました。この中からいろいろ試して一番静かで使いやすいレンジフード考えて作ってみたいと思います。そして夏用のクーラーなんですけど、こういったポータブルクーラーを搭載予定です。あとはラクールという分離型のポータブルクーラーも試してみます。では早速家具の DIY に取り掛かります。一旦ですね、元からあったこの家具をビス止めせずに設置して、その都度考えながら加工していきます。はい、これが元あったカゴになります。この一番後ろの棚なんですけど、ここが一番容量あります。この中に前は冷蔵庫入っていました。で、その横のスペースなんですけど、このソファーマットにした、ここも冷蔵庫のコンプレッサーが入っていました。取り外した冷蔵庫はこれなんですけど、この上の部分がコンプレッサーで、これが本体になります。どれだけ元あった冷蔵庫がこの家具を占領していたかわかると思います。その代わり大容量だったんで、もう入れるもので困ることはないぐらい快適な容量でした。そしてこの冷蔵庫の上、ここに電子レンジがあります。そして電子レンジの横、ここに少し収納がありました。こんな感じの蓋がついています。
改良で冷蔵庫は12リッターの小型入れますんで、このぐらいですかね。ここに入れてスライド方式で取りやすいようにしたいと思います。で、その下ですね。このスペース空きますんで、ここはゴミの収納か予備の収納スペースにしたいと思います。冷蔵庫のこの上のスペースなんですけど、ここは家電を置きます。オーブントースターやドリップコーヒーが飲める機械置きます。その上は変わらず電子レンジ置きます。で、こちら側は家具の右側なんですけど、ここを大改造します。このまず小さい収納棚ですね。これはもう取っ払って大きい台にします。で、ここでガスコンロや IH 調理器すぐに使えるように埋め込み式にします。その上のここの小さい収納なんですけど、ここももう取っ払って換気扇つけます。レンジフードですね。USB ファンとかつけて、ここからダクト出して窓に排出します。で、ちょうどこの辺がですね、IH 調理器やガスコンロの上になる予定です。で、ここをプラダンとか何か木とかで覆ってうまく空気が排出できるように現場合わせで DIY していきます。ずっと悩んでいたこのマイクロバカンチェス、最初からついていた回転式のテーブルなんですけど、こちら一旦このまま使ってみます。キーだけちょっと変えるかもしれません。このテーブルの下とかですね、何か収納つけたいと思います。助手席の上、ここもですね、かなり大きい収納スペースになりますんで、平行になるような板取り付けて、ポータブルクーラーや電気ファンヒーター、カセットガスヒーターなど、いろいろ置けるようにしたいと思います。さあ、それではいよいよ DIY に取り掛かります。どうなるか楽しみです。まずはですね、この冷蔵庫から設置していきます。その前にですね、ここの窓なんですけど、もうほとんどカーテン開けたり閉めたりしなかったんで、もう断熱で埋めちゃいます。やっぱり窓からの熱や冷気っていうのはかなり通りますんで、少しでもこの軽板の断熱性能を高めておきます。天井断熱した時に余っているこのメタルシート、こちらで窓を塞ぎます。はい、リアの窓の断熱終わりました。ちょっと透けてるんですけど、このリアの窓なんですけど、元から純正でスモークフィルムが貼られた状態です。なのでそこまで目立たないと思います。一旦これで様子見ます。結局結構厚みあったんで三重にしました。貼り付け方法なんですけど、一番外側の窓はこの 3M の建築でも使われるすごい強力な両面テープ枠に貼りました。2重目も同じような感じで貼って、3重目の一番こっち側ですね、これはこの内装に直接両面テープ貼りました。隙間なく密着したので結露は大丈夫だと思うんですけど、夏場高温になった時両面テープが剥がれないか注意して見ておきます。メタルシート30なんで、もう断熱性はピカイチだと思います。それでは家具を戻して冷蔵庫設置していきます。はい、家具の右側の土台以外ですね、左側を戻しました。で、上のところですね。で、まずは左側から作っていきます。この感じ、なんか懐かしいです。やっぱりいいですね。この R といい、造形美が美しいです。で、元からここにあった LED のダウンライトは接続し直しました。なので、つきます。雰囲気いいですよね。奥のカーテンはもう意味ないんですけど、一応雰囲気でつけています。これがないとメタルシートが丸見えになってますんで、ちょっとかっこ悪いです。冷蔵庫取り付ける位置なんですけど、ここの前面外して、ここのスペースにこのスライドレール 350mm ですね、こちらをこの辺に2本つけて引き出して使えるようにします。今回自分自身スライドレールを初めて取り付けます。うまくいくかちょっと不安なんですけど、やっぱり小スペース生かすにはスライドレールがかなりキーポイントになります。なので対応したいと思います。こう手前に引くことによって、ここの上もそのまま使えるし、でこの下も開きます。なのでゴミ箱や収納で使います。冷蔵庫を取り付ける高さはこのソファに干渉しない高さ、この辺ですね。
そしてこの冷蔵庫が蓋が開いた時に上の電子レンジに干渉しないようにしないといけません。普段はこの中に入っていって、スライドレールで使う時に引き出して、こうパカって開けて上の電子レンジに干渉しない高さにします。うまくいくでしょうか。そしてこの小型の冷蔵庫、実際に使った時結構振動しましたんで、下にゴムか何かクッションかませます。もともとこの家具は前にこんな感じで前面も気がついていました。なんでこれがなくなることによって強度がちょっと心配ですよね。冷蔵庫をしたこの前面パネルをくっつけるか、もしくはこの足ですね、ここも固定しちゃうか、ちょっとその辺は実際にやりながら強度も確かめながら補強していきます。もともとあった冷蔵庫のこの上の蓋になるんですけど、これはちょっと高さ変わってしまうんで一旦取っ払います。そしてこの冷蔵庫の後ろ結構ここスペースありますんで、この断熱材余ってますんで詰めておきます。だいたい横幅50センチ、奥行き3センチぐらいのスペースがあります。意味あるかわからないんですけど、夏の暑さに向けて少しでも断熱増して対策しておきます。それではいよいよスライドレールを取り付けます。このスライドレールなんですけど、こう伸ばすとこんな感じで取り外せます。でこの大きい方をこちら家具につけて、でこちら側は冷蔵庫の下になる板を取り付けます。でこんな感じで左右2本取り付けて引き出せるようにします。取り付け方 YouTube などで勉強しました。で見てる限りでは結構簡単そうだったんですけど、できるでしょうか。でポイントはここに穴があるんですけど、これが全部一直線になっているようです。なので線を引いて一直線に取り付ければ問題なくスムーズに動くようです。手順としては取り付ける高さを決める、そして線を引く、でここを中心にして水平に線を引きます。そして冷蔵庫の底板、この前に引き出す板なんですけど、幅がこのレール分引かないといけません。これ1本 12.5mm なんで2本分なんで合計 25mm 分横幅を引いて冷蔵庫の底板を作ります。ちょっとやってみないとわかんないんでもうやっていきます。で一旦この横幅測って奥行きも測って、まずはこの冷蔵庫の底板カットしていきます。ちょっと散らかってるんですけど、木材加工場作りました。今後キャンピングカーの家具はこちらで作っていきます。いつもはこういった丸ノコで木材カットしてるんですけど、今回の DIY に合わせてこのスライド丸ノコ買いました。もうこれ買って本当に正解でした。こちらの可動域は30センチくらいと少し限定されるんですけど、こんな感じです。ただですね、もう木をこんな感じで固定してこうカットすると、こんな感じでもう精度の高い90度のカットが簡単に何も測らずカットできます。こちらの普通の丸ノコでしたら、この丸ノコ用の定規ですね、当ててクランプで押さえて動かないようにしてと結構工程があるんですけど、このスライド丸ノコはレーザーも出ますんで簡単にまっすぐ切れます。DIY 初心者には本当ありがたくて作業効率も上がりました。長く木材をカットする場合は従来通りの丸ノコで、短い場合はもうこのスライド丸ノコでガンガン切っていきます。今回はこちらの2つでキャンピングカーの家具を作っていきます。主に使う木材なんですけど、同じ色の化粧板の板が売ってましたんで買っときました。これをカットしていきます。
さあ、取り付け終わりました。あとは実際に合わせてスライドがうまく動くかどうかですね。やってみます。このまま両方合わせてはめます。うわ、これ緊張しますね。うまくいってくれ。奥まで突っ込みます。はい、奥まで入りました。結構硬かったんですけど大丈夫ですかね。寸法ちょうどに作ったんでキツキツだったのかもしれません。これでプッシュオープンなんで、ここをもし押すとこんな感じでスライドが動きます。あ、スムーズですね。あ、すごい軽いです。よかった。ちょうどですね。いやー、よかった。これはでも満足度かなり高い DIY ですね。なんかちょっと純正感もあります。これもともとあった家具なんですけど、でこっち側が新しく買った家具です。色もそんなに違和感ないですね。では実際に冷蔵庫を乗せて高さいけるかチェックしておきます。はい、こんな感じですかね。ソファーにも干渉していません。でそのまま上に開けてもここも干渉しません。これで大丈夫ですね。おお、いいですね。ではこれでスライドレールのネジ本締めします。余った端材で冷蔵庫落ちないようにこんな感じでビス止めしていきます。これ何回もやっちゃいます。冷蔵庫の排熱なんですけど、ここの穴が開いているところですね。こことここ、そしてこちら側です。で木の板は当たらないようにしました。収納された時にここが隙間できるように作っています。で奥も少し隙間ありますんで問題ないと思います。ここが前の冷蔵庫の上のテーブルの位置です。で9リッターの冷蔵庫にしていたらここのテーブルの高さでも設置できたんですけど、12リッターにしたんでこの分厚みが出て設置できなくなりました。なのでもうちょっと上げてこの辺ですかね、ここにテーブルを後で設置します。やっぱりですね、9リッターの冷蔵庫は結構小さいんですよね。で前自分9リッターの冷蔵庫 L 版やインディ727で何回か使ってたんですけど、連泊や長めの旅の時はやはりもうちょっと容量欲しいなと思いました。なので9リッターよりこの蓋の厚みの部分だけ容量が増えた12リッターにこだわりました。でこのスペースは寝る時に延長マットですね、こんな感じではめます。でこの状態でも開くように設計しました。大丈夫ですね。少し隙間が空いています。この冷蔵庫の下なんですけど結構大きめのスペースが空きました。ちょっとアクセスはしにくいんですけど広いのでゴミ箱兼臨時収納とかに使いたいと思います。今パッて思いついたのがこのスライドレール下にもつけようかなと思います。これ本来はこんな感じで横につけてこう引き出すんですけど、そこにつけるやり方もあります。ただ重量はそんなに耐えれなくて耐荷重は3分の1に減るんですけど、ゴミぐらいだったら問題ありません。こんな感じで2本取り付けてスライドさせます。でここの前面は前についていたこれですね、ここのマットの棚っていうんですかね、ここかけるとこあります。でここを使います。でここから上は冷蔵庫使いたいんでもうここカットしちゃいます。イメージはこの前面の棚を引くとこうスライドレールが出てきて、ここに箱を作ってゴミ箱になる予定です。軽自動車で車中泊した時にゴミの問題結構悩みました。
ここに大容量のゴミスペースができれば、その悩みも一気に改善できます。うまくいくかわからないんですけど、一回チャレンジしてみます。いけた。よかった。ここは思いつきで作ったんですけど、気に入りました。ゴミ結構多く収納できそうです。またこのスペースに合いそうなカゴなど見つけて設置します。あえてここを箱にしなかったのは、ゴミ箱や他の収納など使い方は臨機応変できるスペースにしたかったからです。延長マットここに置いてベッドなりますんで、アクセスは少ししにくい場所です。この収納にして少し気になる点が、前はここ板全面ありました。なんで強度がやっぱり結構あったと思います。こう四角で囲ってるんで。で、今回ここスライドということで少し隙間空いてます。なんでここは完全にくっついてません。なのでここなんですけど、L 字金具で床と接合して補強しました。こっち側とこっち側は両方やっています。これで強度は確保されていると思います。そしてここなんですけど、この化粧板のモールっていうんですかね、端のところが少し出ています。こんな感じで少し前に出ています。なのでこの板がちょうどはまらなかったんで、ここはもうカッターでカットしました。で、これが取れました。この分出っ張りがなくなってスムーズに板が収納できるようになりました。で、寝る時用の延長マット一回はめてみます。はい、しっかりはまりました。ここに体重乗りますんで、この板が下に下がります。ここの台にマットが乗ってましたんで、ここは体重かかります。隙間1ミリぐらい開けてるんですけど、体重が乗ると床につくような感じになっています。で、このスライドレール少しだけ遊びありますんで、床についても問題ないと思います。
はい、じゃあ冷蔵庫戻して、一番下はゴミ箱スペース、そして真ん中は冷蔵庫スペース、最後はここ家電コーナー作ります。結構スペース限られてるんですけど、またスライドレールとか駆使してできるだけ収納できるようにします。で、問題なんですけど、元からあった台がこの冷蔵庫上に上がったんで置けません。なので何か工夫が必要ですよね。キーとか当てて高さ増します。家電コーナーに設置したい家電なんですけど、こういったミニオーブントースターやケトル、コーヒーが引き立てで美味しいドリップポット、その他炊飯器やノンフライヤーなどです。全部は入らないと思うんですけど、サイズ見ながらワクワクする家電を優先的に搭載したいと思います。まずはベースとなるここに台を設置します。そのためにこのぐらいの高さの当て木を設置します。さあ、いよいよこちらの家具もう終盤です。こちら乗せてビス止めします。まずはサイズ合うかですね。大丈夫です。合いました。調整せずにいけそうです。なんか地方のちょっと古いビジネスホテルの雰囲気がしますね。レトロな感じがしてなかなかいいんじゃないでしょうか。ちょっと色がこれじゃなかったかもしれません。同じ色にしといたらよかったかもしれません。ただこの辺は合わせてみないとわからないんで、すごい難しいですね。でもこれはこれで味があるんでよしとします。はい、それではこれでもビス止め端にしていきます。はい、これでがっつり固定できました。で、こう荷物を置いた時に奥の方上がるような力加わりますんで、多めに奥はビス打ってきました。で、今回この 9mm の薄めの板使いましたんで、ビスはこの細いタイプですね。こちら使いました。これだったら板が割れにくいです。通常のビスはこれですね。で、今回使った細い方のビスがこんな感じです。ちょっと細いんですけど、こういった薄い板の作業ではかなり重宝します。それでは実際に乗せたい家電をここに設置してみます。乗せれる、乗せれないがあると思いますんで、とりあえず優先順位高いもんから設置していきます。オーブントースター行きました。これはね、結構使いたかったんで、嬉しいです。ほんとギリギリです。この 9mm の板じゃないと多分頭ついてました。あとは何乗せるかしばらくゆっくり考えます。はい、家電乗せてみました。なんかカラフルな感じになっちゃいました。このノンフライヤーとコーヒーのドリップポット乗りませんでした。
これはかなり乗せたかったんですけど、ギリギリサイズが合いませんでした。とりあえず絶対に乗せたかったオーブントースターとケトルは乗せれたんで、よしとします。ちょっとね、使わないやつもあるんですけど、一旦スペース埋めるために乗せました。で、まだ固定はしていません。これが一人用のホットハンドメーカーですね。昔使ってたんですけど、最近使ってません。一応小スペースでも置けますんで、一旦ここに置いてみました。そしてオーブントースターなんですけど、後ろのクリアランスがあんまりないんで、使用するときはこんな感じで前に出して使用しようかなと思います。やっぱりオーブントースターは結構熱持ちますよね。狭い車内なんで、できるだけ後ろに熱がこもらないようにしたいと思います。この赤い電気調理器はミニフライパンです。最近使ってなかったんですけど、250W ぐらいで目玉焼きとかすぐ作れますんで、意外と便利です。そしてこの後ろが電気ケトルなんですけど、アクセスがしにくかったんで、もう一個ギミック追加しました。こんな感じでスライドレールをもう一個つけました。どんだけスライドレールつけるねんって話なんですけど、これだったらいちいち物を出したりしまったりしなくても、すぐに物へアクセスできます。少し短い20センチのスライドレールです。これはもう押し込んだら固定されるタイプです。なのでこの家電コーナーは、1個目はこのプッシュ式のスライドレール、そして2段目は手動ロック解除のスライドレール、2段式になりました。今はまだ固定せずに仮で置いてるんですが、意外とこれでももういけそうな気がします。上に何かスポンジとか入れて、こうやって収納したらもう自然と固定されるようにしてもいいですね。一旦ですね、電子レンジつけてみます。この家電系の一番上、ここにもともとありました。こちらがもともとついていた電子レンジなんですけど、さらに小型のこのコンフィというメーカーの電子レンジありましたんで、こちらに付け替えます。で、元からついていた電子レンジはこのガレージで使用したいと思います。取り付け方法なんですけど、こういったネジですね、ここに L 字アングルなど金具を友締めして固定します。今は一旦サイズ感見ますんで、もうこのまま上に乗せます。この電子レンジとオーブントースター、軽自動車に両方積んでみたかったんですよね。夢が叶いました。これで早く快適な車中行きたいです。これで家具の左側の設置が完了しました。この家具の外側は何も入れてません。元からあった2リッターのペットボトルホルダー、これ2本入ります。4リッターですね。でその下、ここが扉ついてます。これも元からついていました。これはもう使用することはないと思います。ここをやろうと思ったら、またスライドレールつけて、ここに収納することもできます。一旦ここの収納が増えたんで、これで様子見ます。結構大容量です。軽自動車の収納は本当に悩みどころだったんで、このスペースはすごく嬉しいです。そして何といっても今回この冷蔵庫ですね。で心配していた外から買い物してから入れる時なんですけど、意外とここから入れれますんで問題なさそうです。で中からはこの辺が定位置になりますんで、すごいアクセスもしやすいです。そして家電コーナーは今回まだ様子見になります。でもこのオーブントースターやケトルはもう絶対持っていくと思います。ここも定位置に座りながらすぐに手届きますんで便利そうです。家電置いても少しだけテーブルスペースありますんで、食材などの一時置きにも使えそうです。そしてこれちょっと先にやろうかと考えてるんですけど、ここのスペースになんかポータブルクーラーとか設置できたらいいなと思います。で、足は伸ばせる状態にすればかなり空間有効利用できて、寝たままでも直接クーラー当たれるし効率が良さそうです。またこの辺もおいおい妄想を形にしていきたいと思います。でこの家電の上のスペースですね。電子レンジがある横、少し空間が空きました。で AC コンセントの延長をここに持ってきています。なので家電コーナーの AC コンセントをここに全て集約しようと思っています。プラスここもスライドの小物入れとかつければまだ収納力はアップしそうです。でこっち側の収納なんですけど、これはもう潰してしまってレンジフードを作ることにしました。ここに USB のファンくり抜いて設置します。そしてダクトをつけて、ダクトをこの下からこんな感じで出して窓にカチャってはめるような感じにしたいと思います。ダクトの脱着はマグネットでしようと思ってますんで、パパッと簡単にめんどくさくないようにしたいと思います。で次はそのレンジフードとか
こっち側のガスコンロ、テーブルなどの家具右側の制作なんですけど、今回は一旦動画ここまでにして次回にしたいと思います。次もいろいろ頭で妄想を描いてますんで、それを形にしていきたいと思います。ここにメインの台作るんですけど、ここもスライドレールのガスコンロや収納ですね。もうデッドスペースは全てなくしたいと思います。そして簡単なミニシンクや歯磨き用の排水もできるようにしておきます。スライドレールもまだたくさんありますんで、その都度考えながらつけていきます。で、このポータブルクーラー、ラクール届きましたんで、こちらも設置して検証したいですね。こちらが室内側、こっちが室外機ですね。分離されています。で、この線で繋がっています。で、室内側はこれかなり軽いです。で、こっちが室外機はちょっと重たいですね。これ2つ分かれてますんで、かなり静かだと思います。早く試したいです。バッテリーもこのために 600Ah と超大容量にしましたんで、真夏の長期旅もエアコンつけながらソーラーや走行充電で快適な旅ができそうです。で、気になるこの重量なんですけど、実はですね、この家電設置した後に一度ゴミ処理場行ってきました。その時にゴミ乗せて重量を測ってゴミ処理してもらってからまた重量を測りました。この車の車検証に乗ってる重量は全然超えてませんでした。ただまだまだ家具乗りますんで、一度完成してからもう一度車の重量を測定して車検もしっかり通る車にしたいと思います。いやー、しかし自分の理想の車中泊用の車を作るのってこんな楽しいんですね。車中泊旅も楽しいですが、作るのもハマりそうです。それでは早速次の DIY に取り掛かります。ご視聴ありがとうございました。